駅です。どんどん駅。はい。はい、ありがとうございます。見てますよ。見てます。明るいし、窓大きい。です。All reservation sheet. This is all reservation sheet. 感谢您光临关西国际机场。本巴士是前往第2航站楼的。皆さんこんにちは。ゆうひろのゆうです。とうとう始まりました。韓国一人旅。今関空第2ターミナルに来ました。とうとう始まります。ちょっと昨日まではすごい不安だったんですけど、今もすごい不安なんですけど、ちょっと頑張って行ってきたいと思ってます。なんかずっと旦那さんが韓国に行ってくれたから、なんか今までは結構余裕で行ってたんですけど、韓国に行っても誰もいないっていう、それは当たり前なんですけど、すごい不安で一人で大丈夫かなって思ってました。なんかみんなすごいですね、一人で行く人。何の不安もなく行くんだろうか。まあそんなことないよね。でもこれで私が行けたらみんな行けるっていうことで、いっぱい楽しんでいきたいと思います。行ってきます。もうちょっと時間があるから、パパブか。バスはゴービンの2ってとこで来るので、その前のあたりで待っとこうかなって。今日ね、夜ちょっと食べに行きたいご飯屋さんがあるんですよね。一人でも食べに行って OK って言われたっていうか見たので、早速一人サムギョプサルを食べたい。
れるのかな。お腹空いたんだけど、この前。どこで食べよう。ここで食べようかな。なんか食べれそうだからここで食べたい。食べよう。プルコギキンパ。めっちゃ美味しそう。そしてなんだこれ、ホッケス何なんだろうこれ。でもなんかお茶だよ。香ばしくて美味しかった。なんかね、コーン茶がよくわからんくて適当に買いました。ちょっと食べたいと思います。4本駅。4本駅。はい。はい、ありがとうございます。4동駅。명동. 하이. 네. 네, 일단 여기다 놔볼까? 감사합니다. 승객 여러분, 내리실 분은 미리 배를 눌러주시거나 말씀을 할 일단 여기다 놔볼까? 감사합니다. 여기다 놔볼까? Yes.
テルに着きました。ではとりあえずホテルの紹介をしてみたいと思います。ここクローゼット、これさっきバスで着いた途端道に落っことしたんだけど大丈夫か。クローゼット広いね。スリッパもあります。でね、前と前と時となんか部屋の雰囲気が全然違う。冷蔵庫、ここね、冷凍庫がないね。なんか前あった気がしたんだけどなかったのかな。冷蔵庫、お水2本だけです。冷凍庫ないかったらちょっとアイスの冷やせないな。アイスの保冷剤。ここがトイレです。トイレも綺麗めっちゃ。バスタブもあります。シャンプーとトリートメントボディーソープかな。で、バスタオルが2枚。バスタオルも広いね。めっちゃ綺麗。で、ドライヤーある。トイレは、うわ、トイレ流したらダメって書いてある。そうだったかな。で、大きい鏡があります。見て、めっちゃ広い。めっちゃ綺麗。なんか、すごい。私、ここ一人で泊まるのめっちゃもったいな。すごいよ。景色もね、めっちゃいい。明るいし、窓大きい。ね、大きいじゃない。すぐ下がミョンドンの向かいの通りですね。とベッドもね、なんか全然違う。前とここテーブルがあって、はい、めっちゃ真夏だったから扇風機あったけど、なんかもう冬に差し掛かってるけど、まだ扇風機あるって感じ。私さ、ちょっと間違えた。荷物間違ったわ、絶対。いつもの感じでパッキングしてたらめっちゃ多くなっちゃった。これ絶対こんなにいらんかったと思う。はい。で、コーヒー。でね、コンセントが少ないと思うんだ。前もっとあった気がしたんだけど、2個しかない。やばいよ。これいつも買ってるジュース。空港で絶対買っちゃう。めっちゃ美味しい。はい。こんな感じで、こんな感じです。広いね。めっちゃもったいない。でも今回は旦那さんが慣れてるところにしときって言ったから結局ミョンドンのまたこのホテルになりました。はい、ホテル着きました。ちょっとホテル入って荷物ほどいてゆっくりしてました。始まりましたなんかせっかくの1日目がちょっと雨だったので残念なんですけど、今回はとりあえず4泊の予定です。予定っていうか4泊5日そう、4泊5日。なんかいつも2週間とか来てたのでね、いつも長くゆっくりのんびりした旅行っていうか、旦那さんに会いに来たり韓国をうろうろしたりって感じで何の予定もなくいつも来てたんですけど、今回は旅行だからさ、あんまり長くいたらホテル代もかかるしさ、でもあんまり慣れてないのでうまいことこうギュッて凝縮したやつをね回れるかも分かんなかったので、とりあえずちょっとゆっくりめに、本当だったら2泊3日とか3泊4日とかでもこれ慣れてきたらね、それぐらいでギュッて凝縮して動けたらなと思うんですけど、私まだ皆さんめっちゃ慣れてるって言ってくれるけど、すごい初心者、気持ちは初心者なの。はい、韓国語も喋れないし分かんないし、全然なんかめっちゃ余裕ですねとか言ってくれますけど、全然気持ちは不安です。不安いっぱいだからね、皆さんと一緒に韓国旅行上手に回れるようになろうって感じで、アドバイスとかもめっちゃ欲しいなと思ってます。でね、そうさっきもうね、今回初めての旅行、初めてじゃないけど初めて完全一人旅じゃないですか。でもね、しょっぱなからいろいろやらかして、私今回の飛行機のねチケットを結構前に取ってたんですけど、そ
それを全然忘れてて、今回行きはね、自宅手荷物なしで予約してたの。自宅手荷物なしで予約してたのに、めっちゃ荷物持ってきちゃって。でも私なんか、ありがたいことにゴールド会員、ゴールド、なんていうの、レベルアップ。チェジュコープって LCC なのに、なんかランクアップにランクアップ制度なんていうのよくわかんないけど、そうマイレージみたいなのが溜まっていってランクがアップして上がっていくと自宅手荷物10キロ無料になるんですよ。ゴールド会員っていうのかな、ゴールドの人は。私10キロ無料だから LCC15 キロ、チェジュはね15キロ預けれるんですけど、プラス10キロで25キロまで無料だと思って張り切っていっぱい持ってきたらダメだね。10キロまでですって言われて、もうどうしようもないから初っ端から買いました。はい、めっちゃ安いチケットを買ったのに結局めっちゃ高くなりました。でお金払いました。これ旦那さんに無料内緒にします。でバレるかな。で今回の旅ですが、いろいろ行きたいところはピックアップしてます。ハンガンラーメンリベンジしたいし、なんかね、そうヒュンダイソウルにロンドンベーグルができたみたいなんです。10月にオープンっていうのがあって、でもね、日にちを調べてもねわかんない、いつオープンなのかわかんない、いつですか。だからそれを見に行きたい。だからヒュンダイソウル行ってロンドンベーグル食べて、そう何台も行きたいし、トンデマも行きたいし、いろいろ言ってるけど、一人の旅行がなぜ初めてなので、今回の動画どうなるか分かんない。で、とりあえずでももうちょっとしたら、そう、ここね、コンセントがほんとなかった。前来た時結構あったの、なんかあちゃこちゃに、廊下の下っぽにあったりとかしたんだけど、ないよ。なんでどうなってるの。はい。いろいろ回るので、またお付き合いいただけるとありがたいです。こんなね、普通のそこら辺にいる主婦の動画を見ていただいてありがとうございます。はい、では、行きます。めっちゃ雨降ってる。傘買いました。めっちゃ可愛くないですか。なんでだ。